この動画はテキサスインストゥルメンツの提供でお送りします。こんにちは。今日はパワー半導体の動画です。パワー半導体について実は今までしっかりとした動画は作ってきませんでした。ですので今回から何回かに分けてパワー半導体の動画を作っていきます。初回は SiC、シリコンカーバイドのパワー半導体が従来のシリコンのパワー半導体と比べてどこがいいのかというのを実験とスライドで簡単に解説していきます。で今回はかなりピンポイントな動画になりますので、次回以降は全体を俯瞰したような動画も作成していきます。いきなりですがパワー半導体の実物を見ていきます。ここに並んでいるのは全てパワー半導体です。小さい方のパワー半導体、これは中にパワー半導体のチップが1つだけ入っています。こちらにデータシートを持ってきましたが、こういったですね、MOSFET のパワー半導体がこの中に1つ入っていると。こういったタイプのパワー半導体をディスクリートタイプのパワー半導体と言います。このデータシートを見てみると、ここにかけられる電圧と流してもいい電流が書いてあります。電圧は 1200V、電流は 115A まで流せます。ここの小さいところに 1200V の電圧がかかって、そして電流は 115A まで流せます。これがですね、パワー半導体ですね。ものすごく大電力を扱えると。こちらはですね、モジュールタイプのパワー半導体です。これを見てみると IGBT が2つ入っています。こういったのを 2in1 タイプのパワー半導体モジュールと言います。でここに端子がありますが、この端子の部分に導線を接続して電流をですね、流していきます。何十アンペア、何百アンペアという電流を流します。この端子に 15V くらいの電圧をかけることによって電流を流す、流さないというのを制御できます。でパワー半導体モジュールの形にはいろいろありまして、このようなモジュールであったり、あとはこういったモジュールもあります。このモジュールは今中身が見えていて、中身はこういうふうに配線されています。そのうちですが、この中身についての解説動画も撮る予定です。とりあえずパワー半導体の実物がどんなものなのかお分かりいただけたかと思います。これからスライドを使って SiC の何がいいのかというのを解説していきますが、その前に今日のスポンサーのテキサスインストゥルメンツの紹介をさせてください。今日紹介する内容は皆さんの役に絶対立つものです。それではどうぞ。皆さんテキサスインストゥルメンツの半導体製品よく使うと思いますが、回路シミュレーションはどうやっていますか？ PSpice for TI を使うとなんと5700以上の TI 製品を回路シミュレーションに組み込めます。リファレンス回路多数、製品モデルを自動で同期、無料で使えてしかもノード数無制限。もちろん通常の回路シミュレーターとしても使えます。動作を確認したら ti.com で部品の直接購入も可能。概要欄から PSpice for TI をダウンロードしてぜひ開発に取り入れてみてください。解説していきますけども、皆さんが半導体と聞いた時に思い浮かべるのはおそらくロジック半導体の方ではないかと思います。でロジック半導体というのは何か、ここにですね、一番基本的なロジック半導体を用意しました。これはゲート素子と呼ばれていて、CMOS が中に入っています。これが手に入れられることのできる最小単位のロジック半導体です。でこのロジック半導体を極限まで微細化していって、でそれを何十億と集めたものがCPU、GPU になります。スマートフォンの中に入っている CPU とか GPU とかそういったものです。ロジック半導体は何をするのか、 CPU の中で何か計算をしたり GPU の方で計算をしたりとか、そういった使い方です。で一方でパワー半導体は何か、これは電力の制御をするものです。先ほど実物を見てもらいましたもの、これが IGBT、 そしてこちらが MOSFET、 これは SiC の MOSFET です。でここに端子がありますけども、この端子に何十アンペアっていう電流を流したり、あとは端子の間に何千ボルトっていう電圧をかけることができます。そういった電力の制御をする、それがパワー半導体です。ちなみにこちらは難度ゲートと言いますが、この電圧は 5V 程度、流せる電流は数十ミリアンペア程度です。次、パワー半導体について軽くおさらいします。このスライドではパワー半導体とは何か、何のために、どうやって、どこに使われて、そしてどんな種類があるのかというのをざっくり解説します。パワー半導体とは何か、これは半導体を使ったスイッチのようなものです。
ここにゲートと呼ばれる端子があるのですが、このゲートの端子に電圧を加えることで、このパワー半導体に流れる電流を制御する、電流を流したり流さなかったり、そういった制御ができます。パワー半導体が何のためにあるのか、電力、電流、電圧を変換するためです。例えばこちらにある直流の電力を振幅のもっと高い、もしくは振幅の低い電圧に変換したい。そういった時にパワー半導体が使われます。直流の電圧から直流に変換、または直流の電圧から交流の電圧に変換、そういったこともします。一方で交流の電圧を直流の電圧に変換したい、そういったこともあります。で、同じように交流の電圧を同じ交流の電圧ですけども、振幅であったり、あとは周波数を変えたものに変換したい、そういったところに使われます。それをどうやって実現するのか、スイッチングといって、この電流を流す流さない、そういった動作をスイッチングと言いますが、それでこの変換を実現します。実際には回路方式とかもいろいろあるんですけども、スイッチングすることによって電圧の形であったり電力を変換しています。で、次どこに使われるのか、応用先はですね、ものすごく幅広いです。モータードライブ、鉄道、電車の床下のところにインバーターというのが入っていて、それでモーターを回しています。そこにもパワー半導体が使われています。それ以外には送配電、電力系統に接続する機器とかにもパワー半導体が使われることもあります。で、皆さんの身近なところですと電化製品に使われていますね。こちら AC アダプター、スマホの充電器ですが、この中を開けてみるとパワー半導体が使われています。そして最後、どんな種類があるのか、代表的なものを4つ抜き出してきました。ダイオード、サイリスター、IGBT、MOSFET。基本的に電圧や電流の定格、そして目的の用途に合ったものを使います。このパワー半導体、どこに使われるのか、もう少し詳しく見ていきます。まず自動車のインバーターです。これは以前トヨタプリウスに使われているインバーターを分解したものですが、この赤枠で囲った部分にパワー半導体が多数使われています。で、その他にも AC アダプター、これは Apple の 140W の AC アダプターですが、こちらにですね、パワー半導体が多数使われています。この赤枠で囲った部分が全てパワー半導体です。で、次、実際にどうやって電力を制御するのか、ちょっと簡単な回路で説明します。で、先ほどのスライドでスイッチと説明しましたけども、パワー半導体スイッチと同じですね。ここにスイッチがありますけども、これが閉じると電流が流れて、開くと電流が流れないと。これと同じです。ただこういった機械的スイッチと違って動く部分はありませんし、もっと高速にこの入り切りというのを制御できます。今これは IGBT で考えてみます。この回路で何をするのか。ここに抵抗とパワー半導体があります。で、このパワー半導体をうまく制御することによって、この抵抗で消費される電力を制御したい。そのためにこのパワー半導体を使います。このパワー半導体のゲートエミッター、ちょうどこの部分ですね。このゲートエミッターの電圧が 0V だとどういう状態になるか。スイッチは開放している状態、つまり電流を流すことができない状態になります。で、次にスイッチを導通させたい場合、つまり電流を流せるような状態にするにはどうしたらいいのか。ゲートエミッター間に 15V くらいの電圧を加えます。この 15V というのは IGBT の場合です。そうしますと電流を流せる状態になると。で、ちょっと詳しく見ていきます。まず最初、この状態ですね。ゲートエミッタ間の電圧が 0V です。つまりスイッチが開いているのと同じ状態ですので、IGBT の両端の電圧というのは電源電圧と同じになります。負荷に電圧はかかっていません。ですので電流も流れません。次に電流を流したいとします。そうしたらここに 15V の電圧を加えます。そうしますと電流を流せる状態になって、この両端の電圧は 0V になります。そしてこの負荷の両端に電源電圧が全てかかります。ですので電流が流れると。この開放の状態から導通の状態に
切り替わるわけなんですけども、これをですねスイッチングと言います。同様に導通している状態から電流を流さないようにするためにもこれもスイッチングと言います。で流さない状態から流す状態にするのをターンオンと言いますね。で流す状態から流さない状態にするのがターンオフです。ゲートエミッタ間の電圧を制御することによって負荷の電力を制御すると。このオンオフの周期、スイッチング周波数を調整したり、このオンとオフの比率、デューティー比と言いますが、それを制御することによって、電力を制御できるわけですね。パワー半導体の何がいいのか、ここの 15V くらいの電圧を制御することで、電源電圧何百ボルトってあるんですけども、そのですね、それを制御できると。より大きな電力を制御するためにパワー半導体には何が求められるのか。電源の電圧を高くしていくと大電力になりますが、その分このパワー半導体の両端にかかる電圧が高くなります。ですので高体圧に耐えられるだけのパワー半導体が必要だと。電流もたくさん流したい、たくさんの電流に耐えられるだけのパワー半導体が必要になってくるわけです。で前の4スライドでパワー半導体についてざっくりと解説してきましたが、ここに来てようやくシリコンとシリコンカーバイドについて説明ができるわけです。でこれまでですねこういったシリコンのパワー半導体が使われてきたわけなんですけども、特に高圧ハイパワーの用途、鉄道、電気自動車、産業応用、電力だとか、そういったところでシリコンの半導体から SiC に代表されるようなワイドバンドギャップ半導体を使う流れになってきています。いくつか特徴を抜き出していますけども、SiC のどこがいいのか。まず1つ目、絶縁破壊電解強度が高いことです。シリコン半導体のだいたい10倍くらい高いですね。つまり高体圧のパワー半導体が作れます。次に熱伝導度。熱をよく伝えやすいと。つまり放熱がですねしやすいんですね。で次にジャンクション温度。シリコンカーバイドの半導体は高温で動作できるのが特徴です。シリコンと比べた場合ですね。でこのカッコの中は、理論的にどれくらいまでいけるかっていうので、カッコの外に書いてあるのはデータシートとかによく載っているジャンクション温度の最大値です。この物性の違いから分かることは何か、SiC の高い絶縁破壊電解強度と熱伝導度がパワー半導体に適しています。ではパワー半導体にシリコンカーバイドを使ってみたいと思います。 SBD とありますが、これはショットキーバリアダイオードのことです。ショットキーダイオードと呼ぶこともあります。高体圧のダイオードによくシリコンのピン接合のダイオードが使われます。ここに PN のやつがあるんですけども、その間に N- 層と、新生半導体ではないんですけども、不純物のドーピングを少し薄めにしてある N- 層というのがあります。この N- 層があることによって高い体圧を保てると。体圧の高いものですと 6.5kV とかそういったものがあります。ただしこの後に説明するショットキーダイオードと比べると順方向の電圧は少し高めです。そして最後、リカバリー電流あり。リカバリー電流とは何か。このピン接合のダイオード、電子とホールが電流を流す役割に寄与します。このダイオードに逆バイアスをかけた時にこちらから空房層が伸びていくんですけども、その時に小数キャリアの吐き出しというのが行われます。その小数キャリアの吐き出しによってこの端子から見ると逆バイアスがかかっているのに、その空房層ができる瞬間だけ電流が流れているように見えます。それがリカバリー電流です。次にシリコンのショットキーバリアダイオード。これは電流を流すのに基本的に電子しか寄与しません。ですのでこちらのピン接合のダイオードで問題になるようなリカバリー電流は原理上発生しません。でショットキーバリアダイオードの何がいいのか。順方向電圧が低いことです。ただ万能というわけではありません。この体圧が低いんですね。体圧を高くするためにはどうすればいいのか。この N- 層を伸ばしていくと。そうすると音抵抗が高くなります。ここに書いてあるように体圧と順方向の電圧はトレードオフの関係にあると。実用的な特性を持たせたショットキーバリアダイオードの体圧はだいたい 200V が上限かなといったところです。でシリコンのショットキーダイオード、
この部分にシリコンを使っていますが、ここに SiC を使ってみようと。SiC の物性として絶縁破壊強度が高いというのがあります。つまりこの N 層の長さを短くできると。それに加えて N 層のキャリア濃度を高くできる。この2つとシリコンカーバイドの絶縁破壊強度が高いことを組み合わせて、従来のシリコンのショットキーダイオードでは実現できなかった高い耐圧と順方向の特性というのを実現できます。ちょっと補足ですが、ここに電流が流れますので N 層が短いほど音抵抗は低いです。そして不純物濃度を高くするとさらに音抵抗を低くできます。次、MOSFET に SiC を使う。ここに MOSFET と SiC の MOSFET を書きました。こちらに参考までに IGBT です。高耐圧のデバイスとしてよく使われます。これが IGBT の構造ですけども、N- 層、これドリフト層と言います。このドリフト層というのがみんな共通してあるんですけども、このドリフト層のキャリア濃度や、あとはドリフト層の長さによって耐圧を稼ぎます。このドリフト層が長ければ長いほど耐圧を稼げるデバイスになります。IGBT の場合、これ高耐圧のデバイスとして使われますが、非常に耐圧が高いです。耐圧として 6.5kV くらいまで使えるものがあります。この高い耐圧を保つためにこのドリフト層を少し長くしていると。そこにできる空洞層で耐圧を保っているわけですね。基本的にこのドリフト層を長くしていけばしていくほど抵抗値というのは高くなります。実はこれがですね、MOSFET のところで問題になってきます。じゃあなんで IGBT のところで問題にならないのか。IGBT は音抵抗は低いです。これは説明すると少し難しくなるんですけども、電動度変調と呼ばれるものを使っています。この P 型半導体のところからドリフト層にホールを供給することでキャリア濃度を高めて見かけ上の抵抗値を低くしています。ですので非常に高耐圧なんですけども、低音抵抗、音電圧はあるんですけども、その音電圧の傾きがですね、非常に急峻になると。ただこれバイポーラーデバイスです。ですのでこの小数キャリアの吐き出しというのが起こります。それはテール電流として見れると。これのテール電流については後で説明します。次に SiC の MOSFET ですね。電流に寄与するのは電子だけです。IGBT は電子とホールが電流に寄与します。シリコンの MOSFET はドリフト層の厚さが耐圧に関係してきます。ただ MOSFET の場合電動度変調がありませんので、ドリフト層を長くすればするほど耐圧上がりますけども、音抵抗がどんどん高くなってしまうと。つまり損失が大きくなるわけですね。そしてこのドリフト層の抵抗値というのは、ここにあるキャリア濃度によって決まると。このキャリア濃度とドリフト層の長さ、耐圧はトレードオフの関係にあります。これはプレーナーゲート型の MOSFET ですけども、構造をですね少し変えてトレンチゲート型とか、あとはスーパージャンクション構造によって、音抵抗を減らすことはできるんですけども、それも限界がありますと。次 SiC MOSFET、シリコンの場合はここがシリコンの基板なんですけども、ここをですねSiC にしようと。SiC の物性、絶縁破壊電解強度が高いのでドリフト層を短くできると。しかもそこのキャリア濃度をちょっと高くしてみようと。ある程度の耐圧を保ったまま低音抵抗が実現できると。つまり従来のシリコンの MOSFET では実現できなかった高耐圧、そして低音抵抗数十ミリオームと書いてありますが、これが実現できてしまうと。ここまで解説してきて、シリコンカーバイドをパワー半導体に使うモチベーションは何ですかと。それは高耐圧かつ低損失なパワー半導体の実現です。小型化するにはどうすればいいのか。使う受動部品を小さくする。つまりスイッチング周波数を高くするんですね。で、それ以外にも小型化するには放熱を頑張らなければいけませんと。放熱を簡素化したい。効率を上げればそこで発熱は少なくなりますので小型化ができますと。簡単にイメージすると、シリコンの半導体を使っていたものをSiC を使うと小型化できますと。もちろん全ての場合で小型化できるわけではないんですけども、この後紹介する実例ではいずれも小型化できています。パワー半導体の損失低減が持ってくるメリット、いろいろ回路の条件とかにもよりますけども、高温動作で低音質なので冷却の簡素化ができると。つまり冷却部分にかかるコストが減りますと。
低損失なので電気代が安くなる。これはですね、電力系統に接続されるようなパワーエレクトロニクス機器ではかなり大きなメリットです。電気代が安くなりますと。つまりランニングコストが安くなる。でかなり大型のパワーエレクトロニクス機器になりますと、チラーとかを使って冷却する場合があるんですね。でそういったところでかかる電気代が意外とバカにならないと。なので損失を減らすっていうのはですね、見た目よりかなり大きなメリットがあります。で次。損失は少し高くなるんですけども、スイッチング周波数を高くできますと。より細かな制御ができる。スイッチング周波数を高くした時のいいところはですね、受動部品が小さくなるんですね。受動フィルターの小型化。ただここに書いてあるようなメリットだけではありません。デメリットもあります。シリコンカーバイド、インゴットを作るんですけども、その製造方法がかなり特殊です。SiC があるんですけども、それを高温で加熱して昇華させるんですね。気体にするんですけども、その気体を種結晶に付着させていって、それで半導体を作ると。ですので、そのインゴットを作るスピードがですね、かなり遅いんですね。スイッチングが結構早くできますので、スイッチングノイズが出てきてしまうと。このスイッチングノイズについてはこの後の実験でお見せできます。次にパワー半導体で発生する損失というのを解説していきますが、この損失というのが分かっていないとシリコンカーバイドを使うメリットというのは理解するの難しいかもしれません。パワー半導体で発生する損失を理解することで初めてシリコンカーバイドを使うメリットというのを理解できます。個人的にはそう思ってます。で実はパワー半導体でも損失は発生します。基本的にこういった理想スイッチでは損失は発生しません。ですがパワー半導体は実際には損失は発生します。その損失を内訳を見ていきます。まず導通損失というのがあります。パワー半導体の抵抗値は0ではありません。PN 接合とかもあるので温電圧が発生します。電流が流れている時に少しこの両端で電圧が出てきています。電流と電圧の掛け算が導通損失になります。次にスイッチング損失です。このスイッチを入り切りする時の損失です。電流をですね、一気に流すということはできなくて、斜めに上がっていきます。同時にですね、このデバイス両端の電圧というのも一気に 0V になるのではなくて、徐々に下がっていきます。この期間で発生する損失をスイッチング損失と言います。特にこのターンオンのところで発生する損失をターンオン損失と言います。次にターンオフの期間です。この期間で損失が発生します。これがターンオフ損失だと。ダイオードでも損失が発生するんですね。導通しているところで温抵抗と温電圧がありますので、そこで導通損失があると。逆バイアスが加わるときですね。そこでもロスが発生します。特にシリコンの PN 接合のダイオードの場合ですね。リカバリー電流というのが流れます。これは少数キャリアの吐き出しですね。空暴走ができるときに少数キャリアの吐き出しがありますけども、そういったロスが発生します。これはショットキーバリアダイオードでは原理的には発生しないものです。逆バイアスをかけるとどうなるか。電流は 0V になるんですけども、その後さらに反対側に電流が流れると。これがリカバリー電流です。そこでリカバリー損失が発生します。このリカバリー損失がですね、意外と無視できない場合があるんですね。これはこの後のスライドで説明します。まず一番簡単に説明できる導通損から、MOSFET の場合、ドリフト層を長くすると耐圧が高くなりますが、その分音抵抗も高くなってしまいます。シリコンカーバイドを使った場合、絶縁破壊強度が高いので、このドリフト層を短く、かつキャリア濃度を高くしても、耐圧を犠牲にせずに音抵抗を低くできると。これはショットキーダイオードの場合も同じです。次はスイッチング時、特にターンオフ損失です。比較のために IGBT と MOSFET2 種類を見てみます。ターンオフするとき、電流が 0A になりますが、こちらのシリコンの IGBT ですと、少数キャリアの吐き出しがあるために、このテール電流というのがいつまでもちょろちょろと流れていきます。このテール電流が流れていますので、損失がですね、いつまでも出ているわけですね。コレクターエミッタ間の電圧というのは電源電圧と同じですので、非常に高い損失が出てしまうんですね。このようにスイッチングがある程度遅くて、しかもテール電流が流れ続けると。スイッチング周波数を高くできないんですね。だいたい 20kHz くらい。MOSFET の場合はどうか。基本的にスイッチングのスピードは速くて、しかも原理上テール電流は発生しない。
条件によって結構バラバラなんですけども、MOSFET の方が IGBT と比べてスイッチング損失は低いことが多いです。で、次にターンオンの損失を見ていきたいんですけども、リカバリー損失も意外と効いてくる。バカにできないんですね。一つだけレグを抜き出したものです。よく使われる回路ですね。ここに例えばシリコンのピン接合のダイオードを使ったとします。で、ここにですね、MOSFET を使っていると。インダクターからダイオードに電流が流れている。つまり貫流している状態を前提とします。で、ローサイドの半導体をターンオンするときにどうなるか。ここの電圧が 0V になって、そしてハイサイドのダイオードに逆バイアスが加わります。その時にリカバリー電流が流れるんですね。リカバリー損失発生と。このローサイドの MOSFET の電流電圧を見てみます。ターンオンするのでドレインソース間の電圧が下がってきて、ここで導通損失が出ていると。で、ドレインの電流もどんどんと流れていって、で、リカバリー電流が流れなかったら、この点線のところになってほしいんですけども、このダイオードのところでリカバリー電流がこういう風に MOSFET に流れてしまう。貫通電流になってしまうんですね。ですので、この実線のようなリカバリー電流が MOSFET にも流れてしまう。リカバリー電流が流れることによってターンオンの損失がさらに増えてしまう。このリカバリー電流によって2箇所で損失が出ています。まずこちらのダイオード、そしてそのリカバリー電流が流れてきた MOSFET、IGBT でもいいんですけども、両方で損失が出ています。ではこちらのダイオードをショットキーダイオードに変えればいいんですけども、リカバリー電流は流れないので、それによる損失はなくなる。ですけども、電圧が高いとシリコンのショットキーダイオードは使えない。ですので、シリコンカーバイドのショットキーバリアダイオードを採用しましょうと。もしくはシリコンのファストリカバリーダイオードですね。ちなみに余談になりますけども、こちらのダイオードだけを SiC ショットキーダイオードに変えた場合は、それはハイブリッド SiC と言います。で、こちらの MOSFET 両方を SiC に変えて、かつこのダイオードも SiC に変えた場合をフル SiC の構成と言います。余談でした。はい。ここまで解説してきて SiC MOSFET、SiC ショットキーバリアダイオード、SiC パワー半導体の利点、ご理解いただけましたでしょうか。分かっていただけると解説した立場としても非常に嬉しいです。次にですね、この SiC パワー半導体を使った実例ですね、採用して成功事例のようなものをお見せしますと。まず一つ目が電気自動車です。モーターを回すためのインバーターを小型化、そして低損失化できると。SiC パワー半導体を使ってこれを実現しています。小型化すると、より多くのバッテリーを詰めますし、材料費も安くなりますね。もちろんパワー半導体の材料費は SiC を使うのに少し高くなります。そして低損失化、効率が少し上がりますので、航続距離も少しだけ伸びます。バッテリーをですね、多く積んだ方が影響は大きいですね。例えばですけども、テスラモデル3、フル SiC のインバーターを搭載しています。ヒュンダイ、ヒョンデですね。アイオニック5。こちらもフル SiC を積んでいます。ちなみにこちらのインバーター後日分解予定です。動画アップロードします。基本的に電気自動車のトレンドとしては、バッテリー電圧をどんどん高くしていく、そういったトレンドがありますね。バッテリーと電動機を高圧化したいと。なんで電流を減らしたいからです。バッテリー電圧を高くして電流を少なくしたいと。バッテリーの充電速度を上げたい。同じ電力なら電圧が2倍になれば電流は半分になります。巻き線を細くできる。導線を減らせるわけですね。ただしですね、これを実現するにはバッテリーとかインバーターとか電動機巻き線の絶縁の技術が必要になります。これもですね、そのうち解説します。そして次の SiC を使った成功例、新幹線 N700S。こちら私が撮影した N700S の写真ですね。コンバーター、インバーターユニットというのがありますけども、そちらに SiC MOSFET、SiC ショットキーバリアダイオードを適用しています。ただ作っているメーカーによってフル SiC かハイブリッド SiC かにちょっと若干違いがあります。要点をまとめると、スイッチング周波数高くできますので、その分基本派の周波数も高くできます。ですので、車輪を回すモーター、主電動機の極数を4極から6極に変えましたと。周波数が高くなりますので、電動機の鉄芯を小さくできると。電動機を小型化したわけですね。軽量化です。走行風の冷却。これは
前からやっていたとは思いますけども、そこら辺をですね、より改善したと。その結果、何が達成できたか、駆動システムの小型化、軽量化です。こちらにいくつか論文がありますけども、こちらにいくつか論文をピックアップしましたが、20% 程度軽量化できたとのことです。パワー半導体のコストは、以前使っていたシリコン IGBT と比べるとコストは高くなりますけども、その周辺でのコストが安くなると。消費電力について気になったので追加で調べました。N700S の消費電力は N700A と比べて約 6% 削減できているようです。6% ってめちゃくちゃでかいですよね。新幹線って消費電力かなり大きいので、電気代金はかなり安くできると。スライドを使った説明はこのくらいにして、次は実験をやってみます。では実際にパワー半導体のスイッチング特性を測ってみます。ここに用意したのは IGBT とそして SiC シリコンカーバイドの MOSFET です。SiC については後でやります。まずはじめに IGBT です。こちらのセットアップですが、これはダブルパルス試験の回路です。この空心コイルに電流を流してスイッチングすることによって、ハイサイドのダイオードのリカバリー特性とローサイドのパワー半導体、この場合だとシリコンの IGBT と SiC MOSFET のスイッチングの特性を測ります。ここに表示されているのがダブルパルス用のゲート波形です。では実際に回路に電圧を加えていって、電流がどの程度流れてどういったスイッチング特性になるのかを見ていきます。今回電圧は割と低めで 15V くらいでやります。あんまり電圧が高いと危ないので。はい、とりあえず動作を説明しますか。これがゲート電圧の波形ですけども、重ねますね。ゲート電圧が IGBT に加わるとインダクターに電流が流れ始めます。これ今ターンオンしている状態ですね。一定時間経った後にゲート電圧を 0V にしてターンオフします。そうしますとローサイドの IGBT に電流は流れないで、ハイサイドのダイオードに電流が還流している状態になります。それがこの期間です。そして再び IGBT にゲート電圧を加えてターンオンさせます。そうしますと再びローサイドの IGBT に電流が流れ続ける、そういう風な動作ですね。では IGBT のターンオフの部分を拡大してみます。こんな感じですね。ここでターンオフが始まって、コレクターエミッタ間の電圧がこういう風に立ち上がって、そしてコレクターに流れる電流は0Aになっていくと。ですので電流は流れていない状態です。ただこの部分をですね、ちょっとよく見てほしいんですけども、電流の振幅がかなり下がってきたところで、この傾きというのが緩やかになっているかと思います。これは IGBT のテール電流と呼ばれるものです。IGBT のドリフト層があるんですけども、そこに溜まっている小数キャリアを吐き出す時に、こういう風に電流がですね、いつまでもちょろちょろと流れていくと。これはスイッチング損失を増加させる原因になります。コレクターエミッタ間の電圧が高い状態でコレクターの電流が流れるわけですので、損失が発生します。だいたい電流は 1A くらいまで減った後に、ちょろちょろって流れる感じですね。このテール電流なんですけども、これは IGBT 特有の問題です。というのも IGBT はバイポーラデバイス、PN の接合がどっかにあるわけですから、こういったテール電流の問題が起きてしまうと。でこれを解決するにはどうすればいいか。基本的にユニポーラのデバイスを使えばいいわけですね。で MOSFET がその例です。MOSFET はこういったテール電流は発生しません。ですので IGBT と同じような体圧をシリコンの MOSFET で実現しようとすると、非常に音抵抗が高くなってしまいます。それがですね、シリコンの N チャンネル MOSFET が高圧大容量のパワーエレクトロニクス機器には使いにくい理由です。そのために SiC MOSFET とかを使えばいいわけです。IGBT のターンオフ時のスイッチング損失はどうなっているのか。このオレンジ色のがスイッチング損失です。この面積が1回のスイッチングでのターンオフ時の IGBT のスイッチング損失になるわけですけども、29マイクロジュールと計算されました。で今回は電圧が結構低めでやっているので、スイッチング損失はかなり少なくなっています。例えば今29マイクロジュールですけど、これを 10kHz でやったとしたら、損失は 0.3W 程度になります。で今ターンオフの波形だったんですけど、次はターンオンの波形を見てみます。
これが IGBT のターンオン波形です。ダイオードの方に還流していた電流が IGBT をターンオンすることで IGBT の方に電流が流れ始めます。で IGBT のコレクターエミッタ間の電圧は下がっていくと。このコレクターの電流ちょっと変ですよね。これはインダクターに流れていた電流なんですけども、こっちには何もピークはないのに IGBT の方に流れている電流には何かピークのようなものが立っています。これは何かというと、ハイサイドについていた PN 接合のダイオードの逆回復電流が IGBT に流れてしまっています。シリコンの PN 接合があるので、その部分で小数キャリアの吐き出しというのが行われます。ですので、ローサイドの IGBT にその電流が流れていってしまうわけですね。これはスイッチング損失を増加させる原因になります。ハイサイドの PN ジャンクションのダイオードでもスイッチング損失は大きくなりますし、ローサイドの IGBT にもこのように電流が流れてしまいますので、そちらでもスイッチング損失は増加します。先ほどと同じように IGBT のターンオン時のスイッチング損失を計算してみました。25マイクロジュールです。これは1回のターンオンで25マイクロジュールの熱が出てくるわけです。これハイサイドのシリコンのダイオードのリカバリー電流が流れていってしまってるわけですけども、これによるスイッチング損失を減らしたいんですけど、それはどうしたら良いのか。ショットキーバリアダイオードを使えば OK です。ただシリコンのショットキーバリアダイオードですと耐圧は 200V 程度しかありません。シリコンのショットキーバリアダイオードの耐圧を高めようとすると、どうしてもデバイスの電流が流れる方向の長さというのが長くなってしまいます。そうしますと音抵抗が非常に大きくなってしまいますので、実用的な電圧というのは 200V 程度です。ですのでそれより高い電圧で使うには従来のピン接合のダイオードを使うか、それか新しく出てきた SiC のショットキーバリアダイオードを使うかになります。このようにシリコンの IGBT とダイオードのスイッチングの特性が分かりましたので、次は SiC シリコンカーバイドの MOSFET とショットキーバリアダイオードのスイッチングの特性を見てみます。シリコンカーバイド MOSFET の場合はこんな感じですね。波形を拡大します。これが SiC MOSFET のターンオフ時の波形です。電流のこの落ちる傾きが速すぎてドレインソース間の電圧がものすごく振動しています。でこれは配線のインダクタンスであったり、あとはこの MOSFET 内部のインダクタンスが原因です。配線のインダクタンスを小さくすればこの振動、リンギングと言いますが、これはなくなります。であとはちょっと小細工的なやり方になりますけども、ゲート抵抗を大きくすればこの振動というのはだいぶ改善されます。今20オームですが、これを2倍の40オームにすると、はい、だいぶこの振動は緩和されましたね。でさらに60オームにしてみます。60オームにしましたけども、振動はすっかり綺麗になりました。これは配線のインダクタンスによる LDI/dt による影響ですね。このターンオフの電流の傾きが急であれば急であるほど振動的になります。こういった振動はノイズにも影響してきます。ですので例えばインバーターとかを作っている自動車メーカーであったりサプライヤーのメーカーであったり、そういったところは電磁界解析を駆使してバスバーの最適な形状であったり距離なんかを実際にシミュレーションとかしていますし、あとはゲート抵抗なんかも電気の回路シミュレーションを駆使して最適なものに決めています。話がそれてしまったので元に戻しますが、ターンオフ時のテール電流を見てみたいと思います。IGBT の時はテール電流がちょろちょろと流れていましたが、これは SiC MOSFET ユニポーラーデバイスなのでテール電流は原理上流れません。ちょっと振動していて分かりにくいのでゲート抵抗を少しだけ大きくしてみます。60オームにします。はい、電流がですね綺麗にストンって落ちていますね。0アンペアに。でその後電流はずっと0アンペアを維持しています。先ほどの IGBT と比べるとこれはかなり大きな差です。IGBT の時と全く同じ条件でスイッチング損失を測定するっていうのは結構難しいんですけども、今計算したところ12マイクロジュールとなっています。スイッチング損失はかなり減っています。それと SiC の MOSFET はもともとスイッチングがかなり速いので、その分のスイッチングロスというのも減っています。次はターンオンの波形を見てみます。お、いいですね。
これは SiC MOSFET のターンオン時の波形ですが、電流がですね、そのまま立ち上がって若干振動はしていますけども、そのまま一定の電流が流れ続けています。先ほどのシリコンの IGBT とダイオードを使った時ですと、シリコンのダイオードのリカバリー電流が IGBT の方に流れてしまっていますが、今回は SiC の MOSFET と SiC のショットキーバリアダイオードを使っているので、リカバリー電流は原理上ダイオードでは発生しません。ですので SiC MOSFET にはそういった電流は流れないんですね。ターンオン損失を見ていますが、だいたい 8.5 マイクロジュール程度となっています。先ほどの IGBT のターンオンロスと比べると相当に小さくなっていることがわかります。こんな感じで IGBT と SiC MOSFET のそれぞれのスイッチング損失を比較してきました。もちろん条件が完全に一緒ではないので、その比較というのは結構難しいんですけども、SiC MOSFET のスイッチング損失の少なさであったり、あとはスイッチングの速さ、そういった利点を皆さんにはご理解いただけたかと思います。IGBT はバイポーラデバイスなので、少数キャリアの吐き出しというのが起こります。それが原因でターンオフ時にテール電流が流れ続けます。そのテール電流は損失を発生させます。じゃあテール電流が原理上発生しない N チャンネル MOSFET を使えばいいんじゃないかと思うんですけども、従来のシリコンの N チャンネル MOSFET ですと IGBT と同じくらいの高体圧を実現するとどうしても音抵抗が高くなってしまいます。損失がどうしても増えてしまうと。そういったところに SiC MOSFET を使えば IGBT と同じくらいの体圧を持ってて、かなりの音抵抗で、しかもテール電流が流れなくて、スイッチング損失もかなり低い。そういったことができてしまうわけですね。で他にも今回はピン接合のダイオードを IGBT のところに使っていましたけども、ピン接合のダイオードは逆バイアスが加わった時にどうしても逆回復電流が流れてしまいます。そこにショットキーバリアダイオードを使えばいいのですが、従来のシリコンのショットキーバリアダイオードですとどうしても体圧が稼げないと。そういったところに SiC のショットキーバリアダイオードを使えばかなりの体圧を保ったままかなりいい特性のショットキーバリアダイオードができる、そういった話をしてきたわけです。もちろん全て SiC のデバイス SiC MOSFET と SiC ショットキーバリアダイオードを組み合わせたもの、これはフル SiC の構成と言いますけども、フル SiC にすると少しだけコストが高くなってしまいます。コストを少しだけ安く抑えるためにショットキーバリアダイオードの部分だけ SiC を使うハイブリッド SiC というやり方もあります。シリコン IGBT と SiC ショットキーバリアダイオードを組み合わせたものです。このハイブリッド SiC でもかなりの損失低減はできます。概要欄の方にハイブリッド SiC についての参考文献をまとめたのでぜひ見てください。ハイブリッド SiC はイニシャルコストは安くなります。ただフル SiC にした方が損失は減るので、つまり電気代が安くなってランニングコストが安くなるわけです。鉄道なんかはハイブリッド SiC かフル SiC どっちがいいのかとかよく問題になりますけども、イニシャルコストを安く抑えるのか、それともランニングコストを安く抑えるのか、そのどちらを重要視するのかによってどっちを使い分けたらいいかとか、そういった使い分けができるわけですね。あとリマインドとお知らせなんですけども、今日のスポンサーのテキサスインストゥルメンツの PSpice4Ti ぜひダウンロードして使ってみてください。無料で使えますし、通常の回路シミュレーターとしても使えます。であとお知らせの方なんですけども、今日はですね割とピンポイントなパワー半導体のトピックを扱いました。で今後ですね、こういったピンポイントな技術解説もしつつ、あとはパワー半導体について俯瞰した動画も作ろうかと思います。でそういった動画にですねスポンサーをしてくれる方、スポンサーをしてくれる企業をですねぜひ募集しています。電気電子系の技術者がかなり多く見ていて、ここまで多く見ているですね場所というのは他にないんじゃないかと思います。我こそはという半導体関係であったり電子部品の会社であったり、そういった企業の方ぜひお待ちしております。概要欄のメールからご連絡ください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。